こんにちは。空き缶でいろいろ作ってる人です。今回はダイジェスト版その2。この動画ではペプシ缶を使ったものを集めてみました。素材として使いまくってるこのペプシ缶。扱いやすい理由が多いというのもあるのですが、この工作を始めた頃はまだ近所の自販機で100円で買えてたんで、買うたびに貯めてたら気がつくと数年分のストックがたんまり。そういうわけで試作や新設定を試すときに気軽に使いやすい素材なんですよね。というわけで一つ目。2023年1月制作。ペプシ缶グレードソードです。初めて作った体験でした。長いブレードパーツを歪みなく貼り合わせるという挑戦をしてみたやつで、それ以外は武骨でシンプルな PR よりの作りになりました。ここからは当時のダイジェスト。書き込み終わり。他の部分も書いておきました。折り切っていきやす。細いところはさすがにハサミで。切り抜き完了。持ち手周りが完成。長いパーツは歪みを整えるのが大変で、白いのは折った紙。マスキングテープで仮留め。ナイフで隙間に接着剤。八重鎌完成。あとは持ち手と接着すれば。空き缶グレードソードです。全長約 150mm、つまり15センチ。一般的な定規がだいたいこの長さ。でかい。厚みは全体で 4mm 前後。ペーパーナイフぐらいのサイズ感。切断能力は0です。軽いので振りかぶったポーズもいけます。一つ目のグレードソードでした。二つ目。これも2023年1月制作。スキアボーナ。ご意見です。スキアボーナは16世紀頃のブロードソードで、手首を守るためのカゴ状の防具、バスケットヒルトが特徴の片手剣です。実在の再現は無理そうだったのであくまでそれっぽい剣を目指しました。ちなみに当時の私は、スキアボーナではなく、スキオバーナと間違えて覚えていたせいで、検索に全然引っかからなくて苦しんでました。おバカ。そんな曖昧だった頃のダイジェストをどうぞ。前回の余りを使います。できるだけエコでね。表面に彫刻っぽい模様を入れるための点。点と点を結んで模様を描きます。
頑張った割にはあんまり目立たなかった。切り抜き完了。バスケットヒルトになるパーツ。ひらひらを裏返して、隙間を作りながら曲げます。何度か編み込みっぽく見えるように。意外と綺麗になった。最後に刃と塚を接着すれば、スキアボーナっぽい剣です。特徴的なヒルと丸みのあるソードで見慣れない剣になりましたね。長さ 85mm。手首に持たせるため少し大きめに作ってます。パッドじゃないと見えない彫刻。このタイプは姫騎士的なキャラに持たせたいですよね。以上、スキアボーナでした。月はセットで作ったやつです。動画では前後編で投稿した。剣と盾と鞘です。こいついつも簡素で盾作ってるなって感じですが、定期的に作りたくなる性分なんです。材料も余りがちだしね。前半はシールドのダイジェスト、後半は簡素から貝と盾に。いつものペプシ缶、ここをメインに使います。盾の線に合わせて貼り付けます。印刷も消しましょう。あとはだいたいいつも通りの作業。今回補強するための部品がかなり多いです。揃ったので切り取っていきやす。切り出し完了。装飾周りを押し出し加工します。エッジが丸くなりました。やっと金属と組み合わせます。最後に持ち手を接着すれば、このまま後半ダイジェストに続きます。ブレード部から書いていきます。成分表記やロゴ部分に書き込むので結構ミスります。基本は2枚。グリッド部分。久しぶりに単純な筒構造から離れて、1ピースで済むように設定しました。この金色は確か缶のオランジーナ。ロゴの端っこなので小さい部品しか切り出せません。貼り合わせ。1ピースのグリッド。エッジの塗装剥がし。1ピースで何度か形になりました。剣の完成が見えてきました。
ブレードの構造と組み立て方は基本似た感じ。中央の溝を合わせて接着。あと2つパーツがつきますが一旦完成。ここからは鞘の書き込み。広い面を持て余しているところに模様を入れまくってます。これももちろん2枚。鞘の先っぽ。過去作のグレートソードの切っ先を小型化した感じ。ここからは鞘の組み立て。鞘口側は断面が楕円になるように調整。切っ先が収まる端を合わせた時に六角になるように。こんな感じに収まります。かなりタイト。ここの接着がちょっとでもずれると納刀できなくなります。いつものように内側に紙のり白で接着すると厚みが出て納刀できなくなるのでこんな処理に。鞘先の蓋になるパーツ。少ないみたい。ちょうどいい感じにはまります。一旦剣を収めて、鞘と噛み合う位置に剣のラストパーツを貼り付け、ペクシ完成の剣、盾、鞘です。ゲームなんかでのおなじみセットで揃えてみました。初期装備と思いきや、玄人向けだったりしますよね。盾の裏表。剣いろんなアングル。かなりギリギリを攻めてます。構えた時に体が隠れるように正中線からずらしています。似た題材の最新作と並べてみた。以上、剣立鞘の3点セットでした。今回のラスト、2023年6月に制作したミニチュアアンティークチェアです。作り始めた理由としては、溜めすぎた空き缶を少し消費したい。じゃあ部品がでかくてかさばるもの作ればいいじゃん。そんな不純な思いつきから始まった作品です。使用するのは2巻、3枚目は予備です。ザメニュー。クッション部分、表はペプシロゴの赤いところになってます。背もたれ側のクッション。なんとなく小分けせずに書き込んでみました。2枚目、生地掛け部品をミスりましたが、予備は使わずに済みました。4脚必要なので統一パーツが多いですね。端から組み立て、両端を残して切れ込みが入った部品。
八角型の風車みたいな感じになります。白いところは厚紙。同じ作業を4回やったよ。足と足をつなぐ部分、足抜きというらしいです。座面の組み立て。歪みを防ぐために裏から補強。背もたれの基礎部。背もたれの透かしを作ります。外フレームをつなげたところ、足を接着。背もたれも接着。肘掛けは1ピースで設計してみました。組み上げるとこんな感じ。クッション部分を接着すればほぼ完成。ミニチュアアンティークチェアです。武器以外でも意外と形になりますね。4脚設置させるのにちょっと苦労した記憶。クッションにちょい厚みが欲しいですね。腰に悪そう。背もたれを低めにしたのでロングヘアの子も余裕があります。というわけで、過去作まとめ、ペプシ編でした。実質5動画分なので長くなっちゃいました。長編でしたが最後までご視聴ありがとうございました。年内はこの動画でラストになります。今年はニコニコデビューなどでありがたいことに見てもらえる機会が増えました。ピック感謝。来年も変わらずまったりもったりやっていけたらと思います。それでは、良いお年を。